では今回ね、河本。今回のところはですね、はい。前回よりかは軽いかなっていう感じですかな。ちょっと軽いかも。やった。味付けとしては。味付けとしてはうん。二郎系が続きましたのでそろそろ醤油ぐらいまで落としてほしい。そうそうね。まあざっくりとした内容で言うと、このほうとう本よく七宝っていうね、うん7つの宝ってよう出てくるんですが、これは、まあ、結局は自分の生命の何かしらなんですが、まあ、そのことについての説明みたいなところですよね。これまあ含みますね。何かしら楽しみはないですか。いきますか。はい。自身を荘厳する七宝。遠藤。そうしますと宝刀を飾る七宝も私たち自身の生命にあるものですね。池田。そうです。それ以外にありません。斎藤。大聖人は阿仏坊に七宝とは門、心、海、上、心、社、残であることを明かされています。池田。我が身の内なる宝です。金、銀等の七宝が世間の財宝であるのに対し、門、心等の七宝は出世間における財宝です。この財宝だけは死後にも持っていける永遠の財宝です。遠藤。この七宝は七宝財と言われ、仏道修行の上で不可欠の要件とされています。須田。七宝についてはかつて先生が分かりやすく教えてくださっています。まず門とは聞こうとする求道心です。仏道修行の第一歩は門から始まります。心は信ずる力。維心大栄で知恵も心から有限する。また人間と人間を結ぶのも心の力です。解は本来防非死薬、非を防ぎ悪をとどむの意味で、仏法の正しい軌道をきちっと歩んでいくということです。自立の精神、正義の心とも言います。情は禅情、すなわち心を定め、雑念を払い、安定した境地に立つことです。情とは揺るぎなき不動の心、信念と言えるでしょう。心は精進の意です。一生成仏と光線流布を目指し、たゆみなく前進し、進歩する息吹です。社は執着などを捨てること、小さなエゴを打ち破っていく勇気、大いなる理想への挑戦なども含まれます。残とは恥じることで、自分を見つめる謙虚な心を意味しています。池田。これらは全部信心の二次に収まっている。学会活動に全部入っている。妙法を根本に、昼は太陽と共に働き、夜は月光と共に自分という人間を見つめてまた進歩していく。そういう信心即生活こそが七宝に飾られているのです。これこそ本当の豊かな人生なのです。これを一個一個分解してこれをクリアしていこうとかいろいろ考えたと混乱するんだけども、信心にやって生命力高めていく中で全部こういう風になっていくっていうことですよね。含まれている。斉藤。これらの一つ一つは信仰者だけでなく万人にとって大切な人間の条件ですね。池田。信仰とは最高に正しい人生を生きるということです。仏法の知恵は最上の人間学です。法刀は人間の生命にある。そう見ることは一切の差別を超えて人間の尊厳を見ることです。なぜかならば生命に序列はない。誰もが生命を持っている。男女の違いもない。貴賤上下の差別も一切ない。民族の違いもない。一切平等です。故に法刀が立つとは人間平等の尊厳感が打ち立てられたとも言えるのです。真実のヒューマニズムです。誰であって仏の生命はあるし、信心すれば法とは打ち立てられる、誰であってもっていう、そういう話ですね。こんな多様性を優しく分かりやすく説いてくれる人がもう何十年も前にいたとは。なんでみんな知らないんだ。いや、やっと時代が追いついてきた感がすごいんですけど、勉強すればするほど。今度俺らが宣伝していかなあかんなって話ですね。光線ルフいうことになります。おい。遠藤。貴賤上下を選ばず、阿仏坊御所の一節の通りですね。池田。他人を差別する人は自分の尊厳をも傷つけているのです。他人を大切にすることによって自らの宝刀も輝くのです。須田。自他不二の心ですね。斉藤。不教菩薩本のテーマになりそうな感じですね。遠藤。先に進みすぎると後で困るかもしれません。池田。
それもそうだけど大事なテーマはおしなべて法華経全体に貫かれているものです。また詳しく論じる機会があるでしょう。この辺はちょっと分かりやすかったというか、割と軽めだったんじゃないかなと、そうですね。続けていっちゃいましょう。はい。究極の民主主義。遠藤、相手を宝として尊敬するというのはまさに究極の民主主義ではないでしょうか。ホイットマンは民主主義の真髄には結局のところ宗教的要素があると言っています。須田ホイットマンの民主主義観は私も読んだことがあります。こう書いてますね。民主主義は今のところやっと包囲しつつある状態であり、それをもっぱら広範囲にわたって十分に満足させるほど正当化する仕事は未来に委ねられているように思われる。そのためには主に民主の中に完全な人間をたくさん作り出すことであり、さらに健全で全面的に普及するような信仰心が現れることだと思う。斉藤、先日ボストン21世紀センターでも民主主義と宗教をめぐっての講演会が開かれました。アメリカ公民権運動のキング博士の盟友であったハーディング博士が講師でした。キング氏の足跡に触れながら、アメリカの民主主義は未だ未完成である。その完成のためには宗教に根ざし、民衆と同苦する指導者が不可欠であるという点を強調されたと伺っています。池田、民主主義の魂は個人への尊敬です。あらゆる人の生命を平等に尊国なるものと見ることができるか否か、すべてこの一点にかかっている。須田、多くの日本人は我が国は民主主義国家だと思っているかもしれませんが、民主主義は未だ未完成とした130年前のホイットマンや今のハーディング博士の方がはるかに真実を見抜いていると思います。池田、民主主義は結局生き方だからね。チェコスロバキアの建国の父マサリクの言葉がある。チャペック、チェコの劇作家が紹介しています。民主主義は単なる国家形態ではなく、単に憲法の条文だけではありません。民主主義は人生観であり、人々と人間性と人生への信頼に基づくものです。人間を何かの手段としてではなく、尊い永遠の存在として信頼する。それが民主主義だというのです。そのように自分を信じ、人を信じる。そうすれば永遠なるものは永遠なるものに対して無関心ではいられず、永遠なるものは永遠なるものを悪用したり、搾取したり、暴力的に支配することはできません。大書人は法等即一切衆生、一切衆生即南無法蓮華経の全体なりと教えてくださっている。そのように見るのが憲法等本です。我が身に法等を見、我が友に法等を見る。そして法等、また法等の輪立で我が地域を総合していくのです。地球を総合していくのです。光線ルフの宝の塔を我が地域に建てることです。私はこれだけやったと永遠の金字塔を残すことです。我が塔はここに立つと人生を飾ることです。釈尊は大闘争の人生を総仕上げせんとして法華経を説いた。妙法を光線ルフさせるのだという釈尊の行動に呼応して法灯が出現した。多方如来が火星に現れ、十方の諸仏も集結して釈尊を取り囲んだ。全部元は釈尊の甲府への一念です。戦いです。甲府への行動によって初めて法灯は立つ。観念ではない。現実との格闘であり、大難との真剣勝負です。そこに門、心、海、上、心、社、山の尻尾で飾られた自分自身と輝くのです。大聖人も法灯であるご本尊を大難の最中で初めて建立された。その意味で法灯本に末法の妙法ルフの困難を教えた六難悔いが説かれていることは偶然ではありません。次はこのことも語っていこう。結局法華経は民主主義を説いているんだと。民主主義と法華経の関係、民主主義っていうのは要するに国民を信じるっていうことだと思うんですよね。そうですよね。そうですね。国民を信じられないから王様に全て任せるみたいな感じになると、絶対王政みたいな感じになるけど、そうね。けど人間が育たないと民主主義は愚かな世界を作ってしまうだけっていうことになる。まあそういう歴史的失敗いっぱいありますからね。民主主義掲げて民主主義イコール平和だぜイエーイみたいな、なんかそんな雰囲気はどうしてもあるじゃないですか。
いやいや使い方間違ったらとんでもねえことになるよっていうね。責任ですからねこれは、だから成長していかないといけないってことですよ、民主主義、続けていくんであれば。そうですね。これ池田先生もここ書いてますけど、民主主義の魂は個人への尊敬です、個人への尊敬ですって書いてあるんですけど、やっぱりあれですよね、その今 SNS とかでもそうですけど、誹謗中傷が結構問題視されるじゃないですか、足らないのは圧倒的このリスペクト精神じゃないですか、何かをすれば出る杭は打たれるじゃなくて、すごいねと、なんつうんだろうな、すぐ批判するじゃん。そうだよね。だから、批判するにしてもやっぱ尊敬のない批判っていうかは良くないっていうことですよね、リスペクトがあった上でその行動に対してここは改善すべきだよねとか、その考え方は間違ってないのかなみたいな、なんかそういう建設的な意見交換ができるぐらいの、なんつうんだろうな、人間の魂の情勢というか、いやそれは自分勝手っていうかおかしなこと言ってたらそれはそのまま放置しててはいけないとは思うけど、ただそういうことを言った人の全人格を否定するみたいな言い方は違うし、そうね、やっぱ教えるとか、その人に物価があるっていうことだからね、尊敬するって、そういう踏まえた上ででも違うこと言ってるなとか間に飲まれてるなっていう気がしたらやっぱ教えるとかね、相手が感情的になったらこっちも感情的っていうか叱るみたいな姿勢は大事だとは思うけど、なんつうのかな、やっぱ愛がそこにあるか、そこに愛愛はあるはあるんかんかっていう世界なんですが、こういうとこがポイントになってくるんじゃないですか。やっぱりそこがないとただ誹謗中傷っていうかいうことになって分断だけ、利己的で分断を煽って、それが正義だと思っちゃってる人もいるんで、いやしっかりちょっとまた原点戻って、個人への尊敬っていうものが原点にあった上での批判というか、意見交換、そうですね、民主主義のポイントですよね。そこがない民主主義って本当不毛でしかないんじゃないですか。今混沌の世の中っていうのはそういうところなのかなとすらここ読んでて思いましたけど、混沌ですよ。また新たな次元に入ってきたよ、特に学会が SNS の世界に入ってきた、入ってき始めなんで、今なんかいろいろ混沌としてる感じでする。でもいいんじゃないですか、海が出てあとは整理していくだけっていうか、生命的にも成長していく時って最初に泥が出るんで、そうですよね、だからいろんな問題が出るかもしれんけど、それはもうしょうがないっていうかね、一回出して、そういうもんだと思って、創造的変化していけばいいんですよ。そうですね、変化しましょう。変化の中に泥が出るっていうステップは避けられないから、だから泥が出るのも認めて、ただただそうやって前に進んでいけばいいんだって思うな俺は。そうですね、今泥ゾーンかもかもけどって感じです。泥ゾーン早く抜けてえな早く抜けてえわ。それはスクラム組んで仲良くやっていきましょうと、生かすと、そうですね、一人一人を生かすと、いい内容でしたね。そうですね。あとね松本